こんにちは。AWS サポートディープダイブシリーズへようこそ。私は東京オフィスに勤務するクラウドサポートエンジニアの瀬川です。私たちの仕事は技術力でお客様のイノベーションをお手伝いすることです。お客様の技術的な問題や課題を解決するために、時に深く調査や検証、分析、考察を行うことがあります。このような深掘りを私たちはディープダイブと呼んでいます。今回はディープダイブ事例として、ビッグデータプロファイルでのトラブルシューティングの事例を紹介します。クラウドサポートエンジニアのディープな世界に飛び込んでみてください。AWS サポートでは様々なバックグラウンドを持つ方が活躍しています。その中では、開発業務の経験や各種オープンソースソフトウェアの知識を活かして活躍している人もいます。サポート業務の経験がない方は、開発業務の経験や OSS の知識を業務に活かせるという話を聞いても、イメージが湧きにくいかと思います。そこで、今回は実際のサポートケースをもとに、開発経験や OSS の知識が活かすことができた事例を紹介してみたいと思います。今回取り上げるのは EMR というサービスの事例です。EMR はビッグデータフレームワーク、例えば Apache Hadoop や Apache Spark を実行できるクラスターを自動で作成するサービスです。EMR で作成されたクラスターには、設定したビッグデータフレームワークがインストールされているので、プロビジョニングの完了後、すぐにアプリケーションを動かすことができます。具体的にはこのようなお問い合わせがありました。EMR クラスタ上で Spark サブミットを実行した際に、ステップ実行時の標準エラー出力でヌルポインターエクセプションの例外が発生しました。このエラー内容について確認してもらえないでしょうか。このお問い合わせ内容から EMR のステップ機能を利用して Spark Submit というコマンドで Apache Spark アプリケーションの実行を開始したところ、アプリケーションの実行中にヌルポインターエクセプション、つまりヌルポインターを参照するエラーが発生し、処理が止まってしまったことが読み取れます。ヌルは言語によってはノンやニルと呼ばれているものですので、Java に馴染みがない方もどのようなエラーなのかは想像できるかなと思います。すでにお客様からは EMR クラスターの情報やエラー情報をご共有いただいていたので、早速調査に着手しました。Java のトラブルシューティング経験がある方はご存知かと思いますが、ヌルポインターエクセプション発生時にはスタックトレースが出力されています。これによって当時のアプリケーションでエラーが発生した場所を特定することができます。実際のスタックトレースの内容を見てみましょう。一般に、プログラムは複数の関数やメソッドで構成されていて非常に複雑です。自分で記述したプログラムならば良いですが、チームで記述したプログラムや、ましてや OSS のプログラムの場合、エラー発生箇所のコード知識があることの方が珍しいです。そのような状況でも、スタックとレースを読むことで、どのような関数やメソッド呼び出しが行われた結果、最終的にヌルポインターエクセプションが発生したのか理解することができます。この Java のスタックトレースの場合、一番上の行がエラーが発生した箇所を表しており、その下の行はこの関数を呼び出された場所の情報が記録されています。一番下までたどると、そのプログラムが開始された場所、この場合は Spark Submit クラスのメインメソッドにたどり着きます。スタックトレースの一番上の行をもう少し詳しく見てみましょう。この記録から org.apache.hadoop.hdfs というパッケージのデータストリーマークラスのメソッド wait for accurate sequence number というメソッド内部でエラーが発生したことが理解できます。また、エラーはデータストリーマー .java ファイルの913行目で発生しています。パッケージ名から Hadoop の HDFS に関係するクラスでエラーが発生していることが理解できます。ここでデータストリーマーは HDFS と呼ばれる分散ファイルシステムのデータのレプリケーションに使われているクラスであることが
クラスドキュメントやコメントから読み取ることができます。HDFS では、保存したデータが設定された数のレプリケーション数を保持できるように、バケツリレー式にデータを保存していきます。この最中に問題が発生した様子です。このように OSS の知識、今回は Hadoop の知識を活かすと断片的な情報からも多くの背景情報を読み取ることができます。これまでの説明からご理解いただけると思いますが、エラーログなどの内容をもとに必要に応じて社内外のコードを参照してトラブルシューティングを進めていきます。OSS のコードだけではなく、必要に応じて Amazon 社内で書かれたコードを参照することもあります。AWS サポートには様々なバックグラウンドを持つ方がいらっしゃいますので、このようなログの読解に慣れていない方もいらっしゃいます。そのような時には、同僚やチームメンバーに相談することもできますし、難しい問題の場合は、サポートオペレーションズと呼ばれるサポートエンジニアの有志で組織されたチームや開発チームにエスカレーションして調査を依頼することもあります。EMR のバージョンが分かれば、その上で稼働する Hadoop のバージョンも分かるため、当時使用されていたコードを一位に特定できます。行数の記載もあるため、処理箇所を確認してみましょう。このように、ヌルチェックをしているにもかかわらず、ヌルポインターエクセプションが発生しているように見えますね。処理内容からは通常、ヌルポインターエクセプションが発生する可能性はないように見えますが、これはどういうことでしょうか。さて、ここでマルチスレッド開発の経験が生きてきます。実はこのデータストリーマーは複数のスレッドから使われています。わかりやすいように図で考えてみましょう。スレッド A で nose not equal null のチェックが行われた直後に、スレッド B で nose equal null が代入されるような状況を考えてみると、nose.length の参照箇所で null ポインターエクセプションが発生する可能性が理解できます。実際にコードを確認してみると、シンクロナイズドや同期プリミティブを使った排他制御は行われていないことが分かりました。また、一部のコードパスでは、nose イコール null の代入が行われる可能性があることも確認できました。このようにエラー内容やスタックトレース、コードを合わせて調査することにより、実際に事象を再現せずとも事象が発生していることを特定できます。これらのコードの検討や確認には開発経験が活かせることがご想像いただけるのではないでしょうか。さて、Hadoop の範囲で発生した問題と特定できましたが、これだけでは終わりません。当該コードのトランク、つまり最新の状況を確認したところ、修正が行われていないことが確認できました。奇襲が作成されていることは確認できましたが、修正作業は止まってしまっているようでした。そのため、パッチを作成し、Hadoop プロジェクトに提供を行ったところ、無事取り組まれました。このような OSS のパッチの提供は必ずしも行う必要がある業務ではありませんが、社内規定に従ってコントリビューションを行うことができます。具体的には、このようにシンクロナイズドを使用し、データ競合が発生しないような処理に変更するパッチを提供しました。最新のソースコードを確認すると、すでにこの問題が修正されていることを確認できるはずです。お客様には、Hadoop のコードに起因するデータ競合にて発生した事象である旨の調査結果を案内し、社内確認の結果をもとに、パッチ適用の要否を伺いました。最終的に、お客様は EMR クラスターへのパッチ適用を選択しませんでしたが、Hadoop エコシステムの改善に微力ながらも貢献することができました。このように、実力次第では開発経験を活かしながら、お客様だけではなく、OSS にも価値を提供できるのが、AWS 技術サポートの魅力と言えるのではないかなと思います。この事例を通して、AWS サポートの仕事に興味を持っていただけたら幸いです。今回のディープダイブ事例紹介は以上となります。クラウドサポートエンジニアのディープダイブ、いかがでしたでしょうか。トラブルシューティングの技術的な楽しさが少しでも伝われば幸いです。動画の概要欄にキャリア採用ページのリンクを貼ってあります。
他の動画やイベント情報なども掲載しておりますので、クラウドサポートエンジニアの仕事に興味を持っていただいた方は、ぜひご確認ください。それではご視聴いただきありがとうございました。